皆さんこんにちは。今日はサンフランシスコに来る観光客の皆さんの目玉の観光地アルカトラズをご紹介いたします。建物の赤い文字は刑務所が閉鎖された後にアメリカンインディアンの人々がこの島を占拠した時の名残となっています。刑務所の島なので1ドルはきちんと払っておきましょ皆さんここの桟橋に来るとお気づきになるかと思いますけれども、ここからはサンフランシスコが見えないようになってるんです。なんでサンフランシスコに一番近いところに桟橋を作らなかったかと言いますと、昔はこの島は軍隊の施設として砦、要塞として使われていたんです。ですからゴールデンゲート海峡から入ってくる敵に見えないところに桟橋を作らないといけなかったので、ここの位置に桟橋が作られたということになります。後ろに昔のアパートの建物がありますけれども、看守たちも含めてアルカトラズには約300人の市民の人たちが住んでいたんですね。ザ・ロックという映画をご覧になった方はお分かりになるかと思うんですけれども、 F16 の戦闘機がアルカトラズに爆弾を落としたのはこの給水塔のすぐ後ろでした。今からいよいよ刑務所の中に入ります。まだね、マスクをしないといけないんですよ。ということで入っていきます。最初に入る部屋は受刑者たちが刑務所の生活に必要なものを受け取るところです。シャワーも仕切りなんてありません。フェリーのチケット代の中に音声ガイド料も含まれていますので、係の人から受け取りましょう。この赤い看板からスタートですので、ここで緑のボタンを押します。このようにカバーごと耳に当てて聞いていきます。脱獄不可能の刑務所と言われていましたが、受刑者たちはすべて個室で相部屋がないため、暴力や暴行を受けることがない点を非常に喜んでいたそうです。この D ブロックと呼ばれる部分は暗い独房のある一番嫌われた部分でした。同じ刑務所でも上の方は下の独房よりも暖かくて人気があったそうです。ここが図書館です。脱獄を図った3人組は壁に穴を掘って、ベッドには石膏で作った人間の頭を置いて闇の中へと消えていきました。この3名の消息は今でも分かっていません。昔はここのギフトショップに実際にアルカトラズに入ってた人がいて話を聞かせてくれてたんですけれども、もう亡くなられたんでしょうね。この刑務所を出て皆さん船着き場の方へ向かって歩いていく人が多いのですが、ぜひ灯台のある方へも行ってみてください。ここからのサンフランシスコの眺めはとっても素晴らしいんです。アルカトラズはアメリカ西海岸で一番最初に灯台が建てられた場所です。さらに裏に回ればゴールデンゲートブリッジや鳥の大群も見えます。でも鳥の大群はちょっと匂いがきついです。
昔はこのアルカトラズの島で軍隊の人たちの制服を洗濯してたわけなんですけれども、それが本土の方から船で運ばれてきたわけなんです。で、受刑者の一人の人が受け取る役目だったんですけれども、その人は制服を盗んで、その制服を着て脱獄を図るわけなんです。ところが船に無事に乗ることはできたんですけれども、乗った船がサンフランシスコ行きではなくて、反対側のエンゼルアイランドという島に行ってしまったので、そこですぐ捕まってしまいました。はい、皆さん、有名なアルカトラズいかがでしたでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。